ビーズを通した状態のフックを前傾でバイスにセットしています。前傾にセットしている方がテール材を巻き留めやすいのでそのようにしています。今回テール材はブラウンマラードのファイバーを3本巻き留めます。巻き留めたら3本のテールをスレッドでしっかりと分けます。続いてコパーワイヤーとピーコックブルーネックを巻き留めます。巻き留めたらスレッドにダビング材をよりつけてボディを形成していきますが、この時ヘッド側に向かって太くなるようにテーパーをつけていきます。次にブルーネックを折り返して巻き留めます。ここでポイントはビーズヘッドとボディの隙間はあまり開けすぎないようにすることです。フックを水平にセットし直したらリビングを行いますが、この時シザーズなどを使用して飛び出たガードヘアなどをカットしながらボディを軽く整えておきます。次にスレッドにマルチグルーを塗ります。塗る範囲はボディの 2,3 倍くらいの範囲を目安にしています。そうしたらまずはあらかじめ長さを調整しておいたスカットダブを少量タッチダビングして、その下にヘアーズイヤーをタッチダビングします。スカットダブとヘアーズイヤーの量の比率は1対4か1対5くらいを目安にしています。ちなみに今回はスカットダブを使用していますが、シールズファーやアイスダブなどのある程度の太さがあるマテリアルであればいろいろなパターンを楽しめます。動画最後のバリエーションのチャプターでいくつか紹介します。タッチダビングを終えたらスカットダブとヘアーズイヤーをスレッド同士で挟み込むようにスレッドループを作ってダビングツイスターでスレッドをねじります。ねじり終えたらツイスターからプライヤーに切り替えます。プライヤーでスレッドをつまんでボディとビーズヘッドの隙間に埋め込むように強めのテンションで巻きつけていきます。ボディとビーズヘッドの狭い隙間に埋め込むことでヘアーズイヤーのガードヘアが立ち上がってボサボサとしたファジーな雰囲気に仕上がります。ボディとビーズヘッドの隙間を狭くしているのはこのためです。巻き付け終えたらスレッドでしっかり固定します。この時強めのテンションでビーズヘッドの付け根ギリギリのところにスレッドを食い込ませることを意識しています。しっかり巻き留めたつもりでもヘアーズイヤーを巻き込んでいるとフィニッシュ後に結び目が緩む原因となります。なので僕は必ずスレッドを少し揺すりながら強いテンションで引っ張って食い込ませるようにしています。ビーズヘッドの付け根ギリギリのところでウィップフィニッシュを行います。フィニッシュ後もいつも以上に強くスレッドを引っ張って締め込みます。ダビングブラシなどを使用してヘアーズイヤーとスカットダブをかき出していきます。スカットダブが長すぎたり多いと感じる場合はシザーズを使用して調整します。今回はややボリュームのあるソラックスにしていますが、もう少しボリュームを落としてスカスカに巻くのも良いと思います。これで完成です。タングステンビーズを使用しているので魚のいるレンジへスムーズに沈下してくれます。このパターンに限ったことではありませんが、ボサボサとしたソラックスが気泡をまとうことで生命感が醸し出されると思います。オーバーボディのブルーネックはシンセティック素材の光り物とは違って派手すぎず悪目立ちしない自然な発色をしてくれます。ちなみに今回ビーズのカラーはゴールドを使用していますが、ブラックやオリーブなどもおすすめです。
今回はバリエーションとして2本のパターンを巻きました。1本目はオーバーボディにコックフェザントテイルを使用して、ソラックスにはヘアーズイヤーのガードヘアと少量のアイスダブを使用しています。ビーズはレインボーカラーのものを使用してみました。2本目はオーバーボディにコパーカラーのティンセル、ソラックスにヘアーズイヤーのガードヘアとコックフェザントのサドルフェザーを使用してソフトハックル風に仕上げたもの。柔らかなフェザーの動きとティンセルの輝きで魚を誘ってくれます。本編で巻いたものもバリエーションの2本もそうですが、僕はシンセティック素材の光物はソラックスかオーバーボディのどちらか一方にしています。ソラックスとオーバーボディのどちらにもシンセティック素材の光物を使用すると時として絶大な効果を発揮しますが、警戒心を与えて擦れるのが早くなることの方が多いように感じているからです。Twitter とブログもやっています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。